こんばんは、市川です。ということで、今私おる場所はですね、ここは長野県安曇野市にあります中房温泉の第二駐車場におります。今回はですね、ここから北アルプスお天正岳目指して登っていきたいなというふうに思っております。今回の登山なんですけれども、実はもう一つね、目的がございます。それが何かというと、こちらですね。はい。こちら、シグマ 20-200mm F3.5 から 6.3DG コンテンポラリーというレンズになります。こちらはですね、おそらくこの動画公開時にはすでに発売になっているかなと思うんですけれども、実は、発売より一足お先にですね、こちらをシグマさんからお借りすることができました。今回このレンズをね、実際山で使ってみて、果たしてどのようなね、使い勝手写真が撮れるのかというのをね、やっていきたいと思っております。で、さらに今私の手元にあるのはこれは、シグマ FPL についている L マウント版なんですけれども、実は今動画を撮っている方ですね、こちらソニーの α につけているんですけれども、なんと E マウント版の 20-200mm も同時にお借りしております。今回はですね、L マウントでスチルの、写真を撮影しつつ、動画はこちらの E マウントでということでですね、一つの登山で写真と動画両方、試しながらですね、いろいろ撮っていきたいなというふうに思っております。おそらく山にカメラ持ってってる方はね、本当に気になる一本かなと思いますので、実際私が使ってみてね、どんな塩梅かというのをね、この動画でお伝えできればなというふうに思っております。北アルプスの美しい、山々の風景、自然なども記録しつつですね、レンズについていろいろお話できればと思っておりますので、ご視聴いただければ幸いかなというふうに思っております。ということで、まずは今日はですね、この中房温泉駐車場で車中泊しまして、明朝から、行動開始していきたいと思います。それではまた明日の朝お会いしましょう。ではまたおやすみなさい。バイバイ。
じゃあ。見えてきました。さあ、目の前にあるのが茂天正岳ですね。で、左側に山小屋が見えるんですけど、ズームしますね。こちらですね。こちらが本日宿泊する大天荘になります。やはり200ミリまで伸びると、こういう説明もしやすいですね。こちらが茂天正岳山頂になります。で、ここからのルートを簡単にご紹介します。まずこの道をテクテク歩いていって、一旦降ります。そうするとですね、今度上がる道になるので上がっていって、あそこの分岐を左に行きます。で、上がって、上がって、上がっていくと、はい、大天荘に着くよというような感じですね。さあ、分岐ですね。つば九郎から来て、まっすぐ行くと、槍ですね。はい。で、今日は、お天正、大天荘行くんでこっちですね。ちなみに、そこからさらに、パノラマ銀座で常念まで行けますね。蝶も行けるか。蝶ヶ岳まで行けますね。今日そっちにすればよかったですね。パノラマ銀座そのまま歩いていけばよかったっていうのをね、さっき歩きながら思いました。まあいいか。じゃあ、あとはこの登り登ればゴールです。頑張っていきましょう。
ちは。お疲れ様でした。あ、こんにちは。すみません、予約をした市川というものなんですが、はい。そしたらお部屋ご案内いたしますので、あ、お荷物靴とお持ちいただいて上に上がりください。はい。はい、ということで、無事に大転送に着きました。今日はここのね、ところを一人で使えるそうです。結構広々してよかったですね。はい。で、これからはちょっとのんびりタイムしつつ、お天正岳ですね、山頂も行きたいなと思ってます。で、夕方、ね、写真なども撮れればと思ってますので、またそういったことをやりつつね、のんびり山を楽しみたいと思います。では一旦、片付けしてね、まず食事に行きたいと思います。それでは、お疲れ様でした。
何番何番。はい、お部屋。お部屋。うん。はい、ということで今回はですねこちら、シグマさんから新しく発売になりますシグマ 20-200mmF3.5 から 6.3DG コンテンポラリー、こちらを実際にね登山に携行して使わせていただきました。ここからは簡単に私なりの感想などお話ししていこうかなというふうに思います。まず、こちらのレンズ使ってみての率直な感想なんですけれども、めちゃめちゃ便利です。それはもちろんねスペック見れば分かるよって思う方ね、ほとんどだと思うんですけれども、ただこれね実際に使ってみるとスペック以上の便利さをね、体感できるかなというふうに思います。今回、20mm スタート、これ世界初ということでね、使ってみたわけなんですけれども、やっぱり登山となりますとこういったね後ろに見えるような風景をねまるっと写真に写したいっていう時あるかなというふうに思います。そういった時に 20mm スタートはね本当に重宝しますね。今回の登山でも、ほとんど撮りたいと思うものはねこの1本で撮ることができました。
で広角端はもちろんなんですけれども、今度望遠端 200mm ですね。これも便利ですね。今回、昨日ですね、たまたまライチョウが出てきてくれたんですけれども、ライチョウというのはやはり警戒心があまりない鳥なので、近くに出ることもあるんですよ。で片やチューチュー言いながらも奥の方に行ってしまったりということで、本当に近くから遠くまでいつどこに出るかわからないっていう被写体なんですよね。そういった場合に、やはり通常のレンズ、標準レンズなどを使っていると、ちょっと狭いな、もしくはもう少し望遠域欲しいなって思うことがあるんですが、今回のこのレンズであればですね、もう本当にライチョウも、完璧に撮ることができるかなというふうに思います。もちろんね、すごい遠くにいたらあれなんですけれども、とはいえ登山道歩いていてライチョウに遭遇した時などは間違いなくこれがあればね、写真は収められるかなというふうに思いますね。で、さらにですね、ハーフマクロ、今回機能としてあるんですけれども、こちらは焦点距離が28から85ミリの間ですね。この間であればハーフマクロとして使うことができます。登山ですとね、やっぱり夏山時期お花をね撮りたいなんて方多いかと思うんですけれども、そういった時にもね、このレンズは非常に重宝するかなというふうに思いますので、正直登山で写真を撮るのであれば、もうこれがあればね、ほとんど問題ないんじゃないかなというふうに思います。それぐらい万能選手、登山での撮影のちょっと革命にもなるようなね、そんなレンズかなというふうに私は思いました。で 20mm で、F 値 3.5 ということでね、星が撮れないんじゃないかなというふうに思ってる方も多いかというふうに思います。実際私もね、通常でしたら 3.5 で星を撮るってことはあんまりやらないんですけれども、今回、天の川撮影してみたところですね、やっぱ思いのほか撮ることはできたかなというふうに思います。もちろんこれは今回、撮影に使用したカメラが、α7S3 ということで、高感度耐性に強いっていうのと、あとやっぱ北アルプスということでね、空気が澄んでいるから星も見えやすかったのかなというふうに思います。ゆえにですね、必ずしも、F3.5 だからといってあれだけの星が撮れるかといったらわからないんですけれども、ただ山で使う前提であれば、3.5 でも撮れるかもしれないぐらいに思っておくとね、いいかなというふうには思いますね。撮れないとは言わないんですけれども、ただどこまでのクオリティを求めるかというところでね、またそこによって使うレンズっていうのは変わってくるかなというふうに思いますので、一つの参考にしていただければなというふうに思いますね。その他の点はね、もう本当に全く問題ないですね。オートフォーカスに関しても今回 HLA ですね、搭載されておりますので、非常に高速で、フォーカス駆動が、できたかなというふうに思います。ただこの部分は、使用するボディに依存するかなというふうに思いますので、お手持ちのボディとね、一回ちょっとお店とかで合わせた上で判断いただくといいんじゃないかなというふうに思います。あと個人的に良かったのは、ピントリングですね。マニュアルフォーカス時のピントリングの塩梅がすごくちょうど良かったので、これは大変重宝しました。でさらに、この垂れちゃうですね。垂れちゃうって言ったらレンズがこの辺でピークデザインのキャプチャーとかつけられている方からすると、自重でレンズが下がってこないかって、心配になるかと思います。実際ね、やっぱりちょっと動いたりするとね、下がることはあったんですけれども、ただなんと今回ね、ロックボタン、搭載しております。なので、こちらの方をロックしていただければ、このように、つら下げても、落ちませんので、ご安心して、ご使用いただけるんじゃないかなというふうに思います。でさらに、解除するときはレバー動作ではなく、もうこのズームリング操作するだけでね、ロック解除されるということで、これも非常に便利ですね。あと細かい点、防塵防滴ですね。一応こちらの方は防塵防滴設計となっておるんですけれども、ただ鏡頭を伸ばした状態ですね。この伸ばした状態でここに水がついたまま、しまってしまうと、お水が中に、引き込まれてしまうそうなので、ご使用になられる際はね、ご注意ください。もしここが濡れてしまったら拭いてから、しまうみたいな形ですね。こういった多少の配慮は必要なんですけれども、でもそれでもね、このスペックのレンズをね使えるとなると、そのねあたりっていうのは全く気にはならないんじゃないかなというふうに思います。で写りに関しても特に、私が使ってみた感じは本当に問題ないですね。コンテンポラリーだからといって、シグマさんも手を抜いているというわけではもちろんなくですね、あくまでもシリーズを分けての、位置づけとなるだけなので、そこはそんなに気にされなくていいかなというふうに思います。ということで、本当に今回 2200mm ですね、これは本当に登山界隈待望のレンズだったかなというふうに思います。実際今回私も使ってみてね、本当に感動が多かったですね。写真もそうなんですけれども、特に動画ですね。私は普段シグマさんの、1628mm のコンテンポラリーを使ってね動画を撮ることがほとんどだったので、望遠域での撮影というのがあまりなかったんですよ。それが今回この 2200mm ということで、一気にねその28から200まで使うことができるということで、動画
こう今まで撮れなかったものが撮れたりということでね、本当に新鮮な気持ちで楽しむことができましたね。また写真も同様ですね。はい、本当にとにかく感動が多かったレンズかなというふうに思います。登山界隈の皆様、本当にいいレンズが登場しましたのでね、もしよろしければね、お店等でご確認いただければと思います。あと雪山登山にも非常にいいかなと思っておりますのでね、また雪の時期になりましたらこちらの方を使わせていただいて雪山持っていきたいなというふうに思います。ということで長くなりましたが、今回はこちらですね、シグマ 20-200mm F3.5 から 6.3DG コンテンポラリーを使ってみての、登山動画と、感想などお話しさせていただきました。概要欄にリンク貼っておきますので、よろしければそちらの方をご覧ください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで私はこれから、下山していきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。